こんにちは、ウォリです。今回は息子の誕生日にアンパンマンのケーキを作った時の動画です。2歳の誕生日、大好きなアンパンマンでお祝いしました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まずスポンジケーキを作っていきます。卵黄をホイッパーで混ぜます。卵黄がほぐれる程度混ぜます。グラニュー糖を入れ混ぜていきます。少し白っぽくなるまで混ぜていきます。別のボウルに入った卵白にグラニュー糖を 2,3 回分けて入れながら混ぜていきます。角が立つまで混ぜていきます。メレンゲ、ホイッパーで混ぜるとしんどいのでハンドミキサーで混ぜていきます。今回スポンジケーキ別立て法で作っていきます。別立て法の方が失敗しづらいので、私はケーキを作るときは大抵別立て法で作っていきます。できたメレンゲを卵黄に 2,3 回分けて入れながら切るように混ぜていきます。ここでポイント。ボウルを回しながらそこから持ち上げるように混ぜることで、できるだけメレンゲの泡を潰さずに手早く混ぜれます。混ぜすぎるとメレンゲの泡が滑ってしまい、混ぜなさすぎると分離した状態になってしまうので難しいですよね。薄力粉も加え、切るように混ぜていきます。2、3回に分けて入れます。粉っぽさが少し残る程度で混ぜれば大丈夫です。溶かしバターと牛乳を入れた器に生地を少し入れ混ぜます。ここでポイント。バターを一気に入れるのではなく、生地を少し混ぜることで生地になじみやすくなります。混ぜたものを少し入れ、混ぜてなじませます。残りのバターと牛乳も入れ混ぜます。バターは溶かし、牛乳と混ぜておくと生地と混ぜやすいです。生地ができたら型に流し入れていきます。ケーキ型がなかったので実家に借りに行きました。型に入れたら180度で25分ほど焼成していきます。型から取り出し冷ましておきます。間にサッとする桃を1センチ角にカットしていきます。ほぼフルーツ食べないので
上の部分を切ります。次に半分に切ります。どうやって切ったら綺麗に切れるかわからず四苦八苦しながら切っていきました。まっすぐ均等に切りたかったのですが、ちょっと斜めになってしまいました。上の部分からアンパンマンの花用の丸を3つ型抜きしていきます。残った生地は残った生クリームをつけてつまみ食いしました。生クリームを泡立てていきます。氷水で冷やしながらグラニュー糖を加え泡立て器で混ぜていきます。角が立つまで混ぜていきます。間違えて植物性の生クリームを買ってしまったため、なかなか混ざらなかったです。今回晩ご飯お祝いプレートを作ろうと思っていたのですが、ケーキを作っている間にスポンジケーキの端切れを息子つまみ食いしていたため食べれなさそうだったので、買ってあったアンパンマンポテトとご飯だけにして完成したケーキを食べました。来年は晩ご飯もちゃんと作りたいな。最後にデコレーションしていきます。まず間に生クリームをのせて桃をのせていきます。生クリームをのせて桃をのせて上に生クリームをのせます。スポンジケーキでサンドしたらサイドに生クリームを塗っていきます。回転台がなくてすごくやりづらかったです。これから作ること多くなりそうなので買うのもありかなと思いました。上の部分にも生クリームを塗っていきます。触れば触るほど崩れてしまうのは分かっているのですが、ついつい触ってしまいました。アンパンマンの色にしようかなと思ったのですが、お顔はシンプルに白で作りました。残りの生クリームに赤の色素を加え混ぜていきます。色素を入れすぎると真っ赤になるので注意です。型抜きしたスポンジケーキにピンク色の生クリームを塗ってアンパンマンの花にしていきます。赤いクッキー作ろうかなと思っていたのですが、スポンジケーキでお花作っちゃいました。最後にチョコペンで目と鼻を描いていきます。目と鼻が描けたらアンパンマンケーキの完成です。